はい、せーの、ブロー。どうも、クロちゃんです。カラ先輩です。メタルおじさん2人が音楽中心に好きなものについて語っていくチャンネル、コアチューブ。今回は、ディル・アングレイ、ファラリス全曲レビュー。ということで、サブスクでもね、ディル・アングレイの最新作、ファラリスが聴けるようになったので、ディスクレビューやっていきたいと思います。僕たちの声、聞こえておりますでしょうか？声聞こえてたらコメントいただけると非常に助かります。おお、もう18人も来てるんだね。まあ変な時間にやってますけど、ちょっとここしか枠取れなかったんで、申し訳ないですって感じですけど。そうなんです。まあね、個別のディル・アングレイ特集の動画もね、まだ制作中なので、もう少々お待ちくださいって感じですね。難航してます、非常に。いや、もうね、語らなきゃいけないことが多すぎて、まとめるのが大変っていうね。まず、作品がめちゃくちゃ多いバンドなんで、しっかりね、語っていきたいと思うんで、お楽しみにっていう感じなんですけど、まずは僕らのディル・アングレイに対するスタンスから明確にしていこうかなと思ってますね。ですね。まあ、僕らはメタル大好きで、メタルを含む激しくてヘビーな音楽を、このチャンネルで紹介してるんですけど、まあね、ディル・アングレイも大好きですね。それだけは言っとこうかなっていう感じで。まあ逆に今まで語らなかったのは、まあディル・アングレイ好きとか言うとね、真のメタルファンじゃないとかうるさい人がいたり、いろいろだるかったからなんですよね。だりーっていう。文句言われるからね。ペットボトル投げられちゃうから。っていうのもあって、なかなかちょっと語る機会がなかったんですけど、もうそろそろいいかなっていう。まあおじさんになってもう全部どうでもよくなったっていうところら辺はね、なんかメタルファンとしてのプライドみたいのももうほぼほぼこうもう2ミリぐらいしかない、もはやないかもしれないっていうレベルなんで、まあね、こんなのメタルじゃないっていう人もよくいるんですよね、ディラングレイ。まあメタルかって言ったらメタルじゃないかもしれないけど、では思うけど。まあそれすらどうでもいいっていう感じで。まあなんかね、こんなのメタルじゃないっていう人の、メタルの方が音楽として上だっていう前提条件がそもそも疑問符つくなと思っていて、まあこのチャンネルで何回か話してはきてはいるんですけど、まあ音楽に優劣はないし、僕らとしては音楽としてかっこよければ別にジャンルとか何でも OK。まあジャンルとかね、関係ないから。何でも聞く派なのでね。まあ、ファライですね、3年9ヶ月ぶりですか。まあ、ほぼ4年だよね。約4年間という期間で、まあ、通算11枚目のアルバムとなってます。アルバムタイトルは、まあ、古代ギリシアの、ファラディスが考案したとされる拷問器具ファラディスの牛から着想を得てつけたらしいですね。アイアンメイデン的なね。そうそうそう。じゃあ早速ですが、1曲ずつレビューやっていきますか。はい、やっていきましょう。じゃあ1曲目、シャーデン・フロイデかな。まあ読み方難しいんですけど、相変わらず。ドイツ語ね。結構昔からディランぐらいドイツ語使うイメージが。まあバンド名にも入ってるしね。そうね。まあ、これは結構マローバボン以降のプログレ要素かなと思ってるんですけど、まあ世界観もしっかり構築されてて、僕的には結構良かったかなと思うんですけど、まあ2ビートのパートがな、もう少しリフとかかっこよかったらな、良かったなとは思うんですけど。そうそう。あとはね、ちょっといつからか言語感がなくなったきょうさんのね、歌い方が僕はちょっと苦手で、っていうのはあるんですけど、まあ歌詞とかどうでもいいって言ったらあれなんですけど、まあ、言語感に関してはどうでもいいのかなっていう。特に気にはならないけどね。まあ、ハゲ闇とかぐらいからの流れなのかなっていう。まあ、でもテーマと歌詞は僕はめちゃくちゃいいのにもったいないなとはちょっと思いましたね。ね。他人の不幸は蜜の味ってことですよね。そうだね。また後半でも話しますけどね。はい。じゃあ、バシバシいってきますよ。バシバシいきましょうね。で、2曲目がおぼろですね。おぼろっすね。これは最高です。おぼろはめっちゃいいよね。最高ですね。まあ、前作のラナンキュラスポジションの曲かなと思ってますね。まあね、この楽曲もディラン・グレイにしか作れない良さがもうたくさんある楽曲だなと思いますね。個人的にかすみっていう楽曲があるんですけど、昔の曲で。なんかかすみ的なシンプルさがちょっとニュアンス似てるなと思いましたね。そうね。まあ曲全体の印象としてはおぼろも、シンプルめな楽曲だなと思ってますね。まあリズムもね、ディラン・グレイとしては割と最近の中ではシンプルなのかなと思ってますけど、まあ、とにかくアレンジの部分、まあそのシンセの音だったりピアノだったりいろいろ入ってますけど、そこがねナイスアレンジだなと思ってますね。まあ似てるのはね曲調だけじゃなくて、まあ本当にこれマジでかすみと関係あるかもしれないなって思ったのが、まあ、歌詞のね最後の2節がねかすみ
沈む涙と明日へ、畳に染み込むあの子に伝うようにっていう2節があるんですけど、わざわざ霞っていう言葉使ってるのと、霞ではね、霞の楽曲の一番最後では、畳の下に女の子埋まってると、個人的には思ってるんで、まあね、実は、精神的続編みたいな感じなのかなと妄想してますけど、まあ妄想の域は出ないんですけどね。うん。はい。まあちょっとね、個人的には生まれるイメージっていうのが、MV に引っ張られすぎてるのかもしれないですけどね、僕がね。うん。MV 生まれてくるからね。まあ、生まれてくるけど死んでるからね。まあ畳のシミになってるっていう。そうね。2人目の子供的な話のような気がしてならないっていうことですね。冒頭のね、重ねた理由っていうのも何が重なってるのかっていうのが、まあ、ここで伏線回収される部分なのかなとは思うんですよ。最後のね、2節で伏線回収されるなのかなって思うんですけどね。まあ同じ過ちを繰り返すっていうことなのかもしれないなと思ってます。まあこういう考察もね、楽しいんでね。まあなんか解釈を僕ら的に押し付けたくはないんで、まあ一つの参考として聞いてもらえればいいかなと思うんですけど。一説として。そう。あ、本当一説だね。そういう説もあるかもしれないっていう、ね感じで聞いてもらえればいいかなと思ってますが、まあね、イントロのね、シアトリカルな、SFX、よく映画とかで使うような効果音的なね、サウンドとね、ピアノの旋律がね、めちゃめちゃいいんですよね。ストレンジャーシングスとかバイオハザードで流れそうな、トゥッ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 トゥってやつね。から始まる。そう、クリストファー・ノーランとかもよくやるような。で、そっからギターソロに入る前のストリングスとかも、どこかね、和風味があっていいし、まあすごいドラマティックだし、で、ギター、その後、ストリングス入ってギターソロってなるんですけど、ここの流れ自体がもう、神ってるっていうか。そうね、ここは熱いよね。グッとくるポイントかな。すげえ流れだなと思いますよね。で、ギターソロ終わって、サビの歌だけになるところとかも最高ですよね。まあシンプルなんだけど、とにかく無駄なくすっきりまとまっている名曲だなと思ってますね。まあ、サビのメロのリフレイン感がいいよね。同じの繰り返すっていう、同じ単語ね。もうさっきも言ったけど、ディルにしか作れない楽曲だなと思ってますね。個人的には結構生めかしき安息とかにもちょっと近いものを感じるかなって、メロの部分とかにね、まあめちゃくちゃいいかなと思います。はい。では3曲目。Perfume of Sins かな。シングルカットされたっぽいですね。そうなんだ。なんか MV かなんかが見てないんだけど、まだ。珍しく、まあ、ブラストビートかなと思って。まあ、ディラン・ブレイはあんまりブラストビート使うイメージがなくて。そうだね。ディファレントセンスとか、ディケイド・クローのイントロはブラストビートに聞こえるんですけど、正確にはね、ブラストビートじゃなくて、両手がスネアにあって、まあ、ドラムロールにバスドラムがユニゾンしてたり、まあ、バスドラムをつけてるっていうフレーズなんですよね、実は。まあ、聞こえ方はブラストなんだけどね。今回はブラストビートってことそうだね、今回はしっかりブラストしてましたね。こうだったから。そうだね。俺の速い、180ぐらいかな、BPM。そんな感じでしっかりブラストビートしてましたね。で、トレモロリフト結構シンフォニック要素があって、ちょっとブラックメタルっぽい要素みたいなのがあるんですけど、なんか謎なその後の不思議な横乗り感、ラウドフレーズがね、そう感じさせないところで。この曲の感じは本当ドゥム、スペイローの以降のね、ディラン・グレイらしい楽曲なんじゃないかなと思ってますね。アルバムマジで言えねえんだよな、一生。ドゥム、DSS でいきたいですね。DSS ね。DSS チョーカー的な。で、4曲目が13ですね。前作のね、赤みたいな立ち位置の楽曲じゃないかなと思ってますね。まあ、琴みたいなニュアンスの音がうっすらイントロで入ってるのがめっちゃ良くて。まあ、これはシンセなのかもしれないですけど、まあ、シンセと琴が重なってんのかな。まあ、ピアノ感もありつつね、いいですよね。まあ、とにかくホラーゲームのサントラみたいなこの音は最高に好きなんで僕は。でこの曲ね、個人的にハイドミがあるんですよね。わかります。まあ、というかこの曲の歌メロが VK っぽい感じもあるし、90年代 VK っぽい、ちょっと古いね感じで、まあハイドさんっぽいっていうのは、まあ、90年代感があるからじゃないかなと僕は思ってますが、まあ、結構聴き込むことでじわりそうな楽曲ではありますよね。そうね、スルメりそうな楽曲ではある。
結構あとボーカルのコーラスの入れ方、ハモリの入れ方が、多分ハイドっぽい部分かなと思ってて。まあなんか、後半のスクリームはすごい生えてるんだけど、なんか途中のスクリームとか入れないで歌い上げてもよかったのかなとは思ったんですけどね。13いいっすよね。かなり好きだったな、13は。シンプルいいよね、この曲もね。はい。で、5曲目、うつつボーガを食らうっていう曲ですね。まあ、ちょっとこのアルバムだと一番、って感じだったかな。ちょっと微妙な感じではあったね。まあちょっと感想として合ってるか微妙なんですけど、僕の個人的な感想なんで、この曲だけなんかね、超初期の、ミサとかガーゼキを感じる、まあ、キリトマユ的な、まあ、コード感的な問題なのかもしれないけど、まあ、ちょっと、古いディル・アングレイの、コード感だなって思ったりもしましたね。あとは全然時期違うけど、なんかスタックマンっぽさとかもあったりして。スタックマンは好きなんだけどね。スタックマンは好きだね。そう。お疲れ様です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。まあ、どんどん皆さん、パラリスの感想言ってっていただけると助かります。今日はディル・アングレイの話しかしないです。今日はそういう日ですね。ディスクレビューなんで。はい。で、続いてが6曲目、落ちたことのある空ということで。これね、僕Google の自動音声認識がね、この超秀逸なんでね、見てほしいんですよね。歌詞出てくるんですよ。落ちたことのある空ディル・アングレイって入れると歌詞出てくるんですけど、それがね、空耳みたいになっててね、マジ腹抱えて笑ったんですよね。早く直してほしいですよね。あれは。多分今しか見れない。なんか一時期グレイの誘惑かなんかがライブバージョンの歌詞で Google で載っててっていうのも Twitter ですごいネタになってたけど、ちょっとこれは、後でツイッターに載せときます。これです。これですって。まあ、8月6日って歌詞にありますけど、まあ、どうしてもね、8月の話をすると、なんか、訳を連想してしまうんですよね、僕は。まあ、訳って曲があるんだけど、そう、8月5日で終わるじゃん、曲自体は。そうだね。まあ、8月6日で普通に広島的な意味なのかもしれないですけどね。だと思うけどね、落ちたことのあるっていうのは、まあ、歌詞的にもそうなのかなっていう気はしてますけどね。まあ、この曲も結構和風のイメージがちょっとあって、なんか個人的にはバルガーキの食紅とかさ、辺とかをちょっと想起させる部分があるかなって、全然似てないんだけど、なんとなくね、雰囲気がっていう感じでしたかね。はい。はい。じゃあ次、7曲目が、もう愛にしょすか。これはね、僕は協賛劇場だと思ってますね。もういろんな種類の協賛出てきすぎてて、実質ミュージカルだろっていう。一人5人役ぐらいしてるからね。そう、オペラ協賛とかも出てくるんでね、この曲は。まあ、それもちょっと新しい試みだよね。あんまり他で聞いてなかったかなっていうか、今までの作品で聞かなかったかなって思うんで。はい。で、8曲目が響きですね。ウイスキーかなっていう感じで。多分全く関連性はないんですけど。全くないんですけど。ちょっと水飲みますね。てか、カルピス飲みますね。まあ、ややだるめな曲なんだけど、僕はこれ結構好きでしたね。まあ、重くなる、ヘビーになっていく展開とかも結構好きでしたね、僕は。まあ、意外とね。まあ、曲も、こういうタイプの曲、長くなりがちなんですけど、まあ、すっきりまとめられてる印象で、いいなと思いましたね。パッて終わるし。そう、パッて終わるのがね、いいよね、この曲は。まあ、個人的には、この歌い上げてるのが、めちゃくちゃ良かったかなと。で、まあ、基本的に、きょうさんもあんまりまあ、最近使うようになったけど、裏声あんま使わないで結構両軸舐めとか、あの辺もそうなんだけど、張り上げるからね、結構エモさを感じるんですよね。いやー、それがいいよね。僕もやっぱり張り上げ系の声好きですね、きょうさんのね。まあ、マロあたりの生めかしきとか、プレッジとかコンシーブドソロ的なね、発声使ってていいなと思いましたね。まあ、ちょっと苦しさが出てるような。苦しそうなのが逆にいいよね。そう。エモいにはね、苦しんでてほしいんだよ。そう、やっぱ体現者だからさ。体現者だからね。そう、苦しいのが伝わるからさ。そう、なんか、裏声とかよりも張り上げて苦しそうな方が好きっていう。そうだね。まあ、この曲ではその地声とか裏声とか張り上げ系をまあ使い分けてますよね、部分によって。そうね。はい、で9曲目がエディです。いや、これはね、実際アドですね。
ハードコアパンクなうっせぇわ。だって歌詞がね。歌詞が。はい、まあ多分誰も思ってないと思うけど。個人的に勝手に思ってるんだけど、うん、これはまあうっせぇわだなと。まあエディはなんでエディなんですかね。もうエディっていうと僕らはサイレントヒルしか出てこない。しか出てこない。そう。ピザしか出てこないっていう。ピザサイコしか出てこないですけど。まあ、粗殺場で戦うんですけど。うん。うん。まあ、こういうなんだろう、高速ヘビーナンバーっていうのかな。高速ヘビーナンバーを後半の方に持ってくる。アルバムの後半の方ね。アルバムの後半の方に持ってくるっていうのが、まあ、ディラン・グレー的お決まりのサービスかなと思ってますね。まあ、古くはザンとかから始まり、ラセッツ国とか、ピンクキラーとか、ビューティフルダートとか、チャイルドプレイ、ディーパーバイレネスですか、とか、ガイカとかもそうだし、ハゲヤミ、インフェルノ、ダウンフォールなどなど、まあ、この位置に来ること多いですよねっていう。まあ、なんだろう、12曲目とかに来るよ、ね。早くて激しい曲聴きたいなそういうニーズを満たしてるっていうの絶対入れてくるなっていうのはいつも思ってるんですけど。はい。で、10曲目がおとぎですね。これはもう遊戯王だね、実質。リュウジね。まあ、これは、僕ら言い過ぎっすけど、スルメ曲なんじゃないかなと思ってますね。まあ、ぶった感も感じるんですよね。うつつとモアイが耳に残りました、ああ、なるほど、なるほど。まあ、なんか裏声の女性っぽいコーラス、多分これ、あれ、キョウさんがやってんじゃないかなって思うんだけど、あれじゃなくてなんかね、個人的にはウロボロスキぐらいのお経っぽい感じのニュアンスの方が、歌詞とか曲にはハマったんじゃないかなって思ってるんですけどね。まあ、あえてなのかもしれないけど。まあ、あれだよね。高いより低い方が良かったってことだよね。そう。キー的な話で言うと。まあ、タイトルからね、連想的には和風感を期待するんですけど、おとぎなんで。まあ、そこまで和風な楽曲でもないですね。そうね。まあ、さっき言ってたけど、お経っていうよりはちょっと賛美歌的な印象を受ける楽曲ですね。そう。まあ、タイトルもファラリスだしっていうことなのかもしれないですけど。だからやっぱあえてなのかもってところだよね。で、最後11曲目がカムイですね。まあ、この1曲があるおかげで、なんか全て救われたかなっていう、なんかもう終わりよければ全てよしじゃないですけど、感じだったかなっていう。いや、ぶっちゃけ結構テーマも重くて、ここまで来るのを聞くのが結構辛い部分もね、あったかなって思うんですよね。まあ、あえてのディラングレ的だるさってあるじゃない。まあもうそうドロッとしてるっていうか。ドロッとしてるっていう、なんか濁ったさ、感じがある中で、まあこの1曲でそのカタルシスを得られる部分ってあるんじゃないかなって思ってて。まあ、歌詞を見ながらしっかり聴くと、この曲はすごい、なおよく聞こえるかなと。ただね、この一曲がね、僕は、実は一番試練なんじゃないかって思って。最後に試練残って。いや、めちゃくちゃ歌詞きついじゃない。いや、もう夢も希望もない最低な歌詞ですよ、これは。だけど、まあ、途中でリズムがマーチングになったりとかして、まあ、マーチングってやっぱ更新なんで、明るいイメージあるじゃないですか。そこのパラドックスがあって、まあ、苦しくても虐げられても明日に向かっていかなきゃいけないっていうその矛盾。あと信仰感もあるしね、なんだろう、進めって言ってる感じも。そう。で、最後はね、時にはぬくもりと安らかな死の匂いっていう、すごい意地悪な言葉でね、終わるんですよね。共産的意地悪ね。共産的なね。投げかけるっていう感じ。お前らが考えろっていうところだと思うんですけど。まあ、結構この不条理なショートムービーとかスタッフフィルム見た後ぐらいの、いわゆるそういう気分の悪さはあるよね。後味悪い系ね。後味悪いよね。でもまあこういうなんか作品が投げかけてるのって、まあ、人生ってそういうもんだよねっていうところだと思ってて、まあ自分なりに頑張るしかないなっていう思わせてくれる部分はあんのかなっていう、まあ僕だけかもしれないですけど。まあ曲的にはめちゃめちゃ綺麗めな曲なんだけどね。そこがディラングレっぽいっちゃっぽいなって。歌詞が暗いね。はい。では。一番好きだった曲いってきますか。いってきましょうかね。じゃあ、クロちゃんからいきます。もう大体分かってるかもしれないんですけど、おぼろですね。僕もおぼろが一番良かったかな。ちょっとおぼろ完成度高すぎるなと思ってて。世界観の構築も。まあ、シングル以外で選べってアルバムの中から選べって言われたら、おとぎか13かなっていう感じでしたね、お気に入りは。まあ、僕もそうね、13はすごい良かったんですけど、あとまあ1曲目、シャーデン・フロイデと、まあ、カムイ
まあ、長いうんう曲んが良かったかなって感じでしたね。うんううん。はい、ではまとめていきますか。はいまずはアルバム全体として良かった点をまとめていきたいと思ってます。うん。まあ良かった点からいきますか。まず、シャーデンフロイですね。まあ、さっきも言ったんですけど、他人の不幸は蜜の味っていう意味なんですけど、まあ、相手がまあ、不幸とか悲しみとか、まあ、失敗した時に、まあ、なんか周りから見てて、なんかちょっとこの嬉しくなる気持ちですよね。はいはいはい。うん。そうね、人を苦しめた時の、喜びみたいな、そういう意味があるらしいからね、シャーデンフロイデっていう単語には。やばい快感っていう。そうそうそう、苦しめたっていうよりも、なんかその、陥れたというか、陥れられた時に。まあ、すげえネガティブなね。こんなの一単語で表せるドイツ語あるんだなって。ドイツ語だよね、これ。ドイツ語。あるんだなと思って、ああ、すげえとこから持ってきたなっていう感じだったんですけど、まあテーマがそういう風になっていて、まあこれが本当大きい大枠のテーマかなって思うんですよね。シャーデンフロイデがね。そう、パラディス自体のね。まあ嘲笑とか無関心とかっていう。まあ、結構最近多いじゃないですか。この人の不幸を一種のエンタメとして見てね、喜ぶみたいな文化が今あるんで、まあそこに対してのなんで手差し伸べないのっていうのを問うてるアルバムなのかなとは思っていて。痛い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 。やんこね。まあその時代ごとにディル・アングレイがやってきたことではあるんですけど、今回もまあ現代社会の不正とかね、良くないこと、正しくないの方とか、あと疑問、現代社会の疑問についてのね、ディル・アングレイからの回答だと感じましたね。はい、皆さんは何の楽曲好きですか？書いてってくれてる人いますね、このアルバムだと。まあ、あと相変わらずね、やっぱ全人類が怖いとか、ダークだなとか、そういう感想を抱きそうなね、まあ一瞬でその世界観が理解できる素晴らしい、楽曲たちが並んでたんじゃないかなと思ってますけどね。まあなんかディラン・グレイの楽曲ってさ、日本語圏外、まあ日本語わからない人たちでも、音聞いただけで、あ、これはアンハッピーだなっていうのがわかるサウンドだと僕は思ってるんで。まあそうね、ホラーだよね。そう。J ホラー的なドロドロしてる感じはあるよね。まあそれを理解させるだけの材料は今回のアルバムにもあったんじゃないかなと思ってますね。なんか、J ホラー特有のこの青緑の濃いドロッとした感じの色使い、湿度高めなね感じで。ボーナスのリメイクね、なんだっけ、エイントとマゾヒストが入ってたのかな。サブスクだと聞けないやつね。そうそう。ちょっとあんまり言うのもどうかなって思うんですけど、まあもう少しだった点も言わせていただきたいなと思いますが、まあね、もう少しだった点は、初心者はね、多分、ちょっと入りづらい作品なんじゃないかなと思っていて。ここ2作ぐらいそうかなって気するけどね。まあ前作聴きやすい面もあったけど、まあね、ファラリスから入っても、今までディル・アングレイに触れてきていない人には、ちょっと聞き込むまで至らない、アルバムを聞き込むまで至らない気がしてますね。っていうのも、ちょっと全体的にもう少し、こうだったらなっていう部分が、多い楽曲が多くて。そうね。まあ個人的にはね、この無理にヘビーさにこだわりすぎて、持ち味殺してる部分もあったなとは思うんですよね。まあ、結構その、綺麗さな部分もディラン・グレイの持ち味だったから、まあそこがちょっと足りない部分でもあったかなというのはちょっと感じたかなっていうところで。はい。そうっすね。まあ、あとはね、ちょっとその、もうちょっとの部分についてなんですけど、まあ、ディル・アングレイはね、過酷なライブスケジュールをこなしていく中で、そのライブをする中で、次の作品のインスピレーションをライブしてる最中に模索するバンドだと思ってるんですよ。まあ、だからね、このコロナ禍、ライブできないってことだよね。相当きつかったんじゃないかなって思ってますね。だから、パラディスは本来あるべきディル・アングレイのエナジーが不足してるんじゃないかなってちょっと思っちゃったんですよね。まあ、6名間のドキュメンタリーで大さんとかも言ってたんですけど、ギターの大さんね。まあ、ライブが普通にできないようなことが続くと、まあなんか、メンバー5人が緊張感を持ってライブで新しい試みをするとかしないと、きついよって話をしてて、リモートの状態でいつものライブができるようなとこまで持っていけないときついっていう意味で話してたと思うんだけど、まあそれかスタジオセッションで緊張感を持ってやるとかしない限り、まあちょっと何のためにバンドをやっているか意味が感じられないような気がしてきてっておっしゃってて、
まあね、コロナ禍でアルバム作品があんまり良くならないのは、まあ、他のバンドも一緒っていうか、なんか音楽界全体の課題かなと思ってるんですけど、まあライブやってくバンド、まあ卓録系とかはまたちょっと別の文脈かなと思うんですけどね。まあちょっとここ3年間ぐらい、名盤の出現率が下がってきてるんじゃないかなと思ってるんですよね。そうね。まあ、結構僕ら他の動画でも同じこと言ってますけど、やっぱね、ライブはね、めっちゃ重要なんだなって思ったりもしました。モチベが多分続かないんだよね。そう。やっぱアルバム作ってツアー出てとかじゃないですか。そうそうそう。世界どこも出るに限らずね。作品発表の場がないってことだから。まあ、あとはね、そのファンとライブでエナジーを共有して、そのエナジーを作品に封じ込めるっていうことがね、なかなか難しい世の中なんでね。まあ、そういう意味でも、ちょっと、パワー不足なような気もしたんですよね。まあコロナ禍っつってもそんなに悪いことばっかりでもないんですけどね。まあリモートでしか活動できない伝説のバンドとかの復活があったりもしたんで、メタルファンとしては嬉しい部分もあったりもしたんですけど。そうね、時間があったから、音楽できるって人たちも中にはいたから、なんだけどやっぱりライブバンドはきついんだろうなっていうそうね、のをちょっとディールの今回ファラリスからも感じちゃったかなっていう感じでしたね。では続いてサウンドプロダクションについてと各パートについてやっていきたいと思います。まずはね、サウンドプロダクションの良かったところからですね。いやー、もうこれ毎回なんだけど、さすがディラン・グレイさんだなと思っていて、まあ、もうずっと昔からやってんだけど、アルバム内でシングルカットされてた曲をさ、アルバム内でも曲と曲の間に、ギャップが生まれないようにするためにさ、シングルだった曲をアルバム用にリマスターしたり再録したりしてるんだよね。そうね。まあ、今回で言うと、落ちたことのある空がアルバム版とシングル版の違いが顕著なので、ちょっと聴き比べてほしいですね、これはね。まあね、サウンドプロダクションっていうそういう細かい部分でもね、アルバムのコンセプトとか世界観をとても大事にしてるバンドだなと再確認しましたね。で、惜しい点なんですけど、サウンドプロダクションの。まあ、せっかくそのサウンドプロダクションにこだわってるのはわかるんだけど、まあね、全体的にね、音作りは、まあ低音がこもり気味でもわっとしてるのがもったいないなと思いましたね。それこそ9曲目のエディとかに顕著に現れてるんですけど、ちょっとモコッと感というのかな。特にバスドラでダス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 ってやると、モコりがちだよね。ディラン・グレイあるあるなんだ、これは。昔からそのバスドラも起こりがちっていう、まあ、あえての音作りだと思うんだけどな。で逆にね、今回金物がすごいブライトで、まあ、めちゃくちゃ良かったなとは思ってて、でもあれか、アルケぐらいから結構金物はブライトかなと思うんですけど、そうね。でね、今回アルバム入ってないんですけど、ザ・ワールド・オブ・マーシーか。のね、サウンドプロダクションめっちゃ良かったんだよね、あれ。ミックスがダンランカスターっていうワンオークとか、それこそ DMTH とかやってるもう、めっちゃ有名な人なんですけど、ミックスやってる人が。そうね。まあ、そうです。まあでも、やっぱセルフプロデュースっていう意味で、また同じ人起用するってことはしないんだろうけどさ、ちょっと音良かったから、ワールド・オブ・マーシーが。そうでしたね。はい。じゃあちょっと各パートについていっていきたいと思います。じゃあまずはボーカルですね。きょうさんね。はい。きょうさんのパートはボイスですが。いや、僕はね、きょうさんの進化発揮されるのはクリーンだって思ってる実は。いやね、こんなエモい劇場クリーン歌うボーカルいないんだよね。マジでいないと思う。稀有な存在ですよね。稀有な存在。いや、そこもっと押してほしいなとは思うんですけどね。あと今回のアルバムでおって思ったポイントがあって、きょうさんってあまりビブラートを使用するイメージがないので、まあ10曲目の音着とかは進化してるなと思った。まあ、正確に言うと、ワールド・オブ・マーシーにもビブラートっぽい、歌い回しはあるんですけど、まあね、超ベテランカリスマボーカルっていうのは間違いないんだけどね、歌自身がね、まだ自分の中でセオリー化してない。まあ、きょうさんはこういう歌歌いますよっていう人じゃないのが逆にすごいなと思って。そうね。毎回アルバムでね、誰も聞いたことないオリジナルな歌唱法というか、歌唱スタイル模索してくるんで、すげえなと思ってますね。まあ、個人的には基礎っぽい感じのあの時から始まった歌い方、あれは苦手なんで、
まあ、鼻声っぽいやつね。そう、鼻声ボイスはね、ちょっと苦手ですね。あとはまあスクリーム自体もうちょっと効果的に使ってもよかったのかなっていう、なんだろうな、スクリームの言語感を出していい曲とそうじゃない曲とっていうのはもうちょっと分けていいんじゃないかなってところで、なんか聴かせる曲なのにスクリームに言語感ないっていうのは、ちょっと僕的には引っかかったところですね。まあいつものことなんですけど。もごつくところはね、もごついてもいいと思うしね。もごつくことが、その雰囲気、曲の雰囲気に合ってることもあるけど、まあ今回だと、13とかかな、のスクリームとかは、ちょっと、もうちょっと言語感あってもよかったんじゃないかなとか、意味のあるスクリームとってのはあるかなって思ってて。なんやかんやおぼろが好きでした。そうですね、よかったっすよね。でね、今に始まったことじゃないんですけど、これも。印象に残るメロが少なくなってきてるんですよね、ディラン・グレイって。まあ、フックですよ、フック。ここ2枚ぐらいは本当印象に残るメロがない。そうね。おぼろぐらいなの。もう本当聴かせる曲だけっていう感じで。なんかもう、ディラン・グレイ自体もキャッチーさとかそういうところ目指してないのかもしれないですけど、もうちょっと初見一発で刺さるメロディーは欲しいなと思っていて、まあチューニング下がってるのもあると思うんですけどね、ディラン・グレイチューニング、前弦半音下げ、6弦1音下げチューニングですか、C シャープのやつね。まあハゲヤミぐらいの時期に、A シャープ、もうめっちゃ重いデスコア。デスコアじゃないな。デスコアだね。叙々系とか。叙々系とかに多い A シャープね。ちょっとお手洗いへ行って。移行したタイミングで、もう A シャープになったタイミングでね、メロディーがちょっと弱くなったイメージがありましてですね、ディラン・グレイはね。ちょっと空場いなくなっちゃったな。困るな。皆さんどうですか？聞きましたかね？僕らもあんまり語ってこなかったんですけどね。コメントが、今作は綺麗めな、曲が多い印象ですけど、どうですかね。そうだね。バランスで言うとどうなんだろうな。前作1個前の方が、綺麗めなんじゃないかなって個人的には思ってるけど、どうですかね。はい。なんやかんや僕が好きでした。モーアイとおとぎからのカムイが好きでした。後半の流れいいっすよね。シャーデンフロイデと、13が好きです。はい。パフュームオブシンとおとぎが好き。おとぎはみんな推してるな。意外とね。はい。進めておいてないので、じゃあギターについていきますか、次。まあ、いつもなんですけどね、これも。カオルさんのアルペジオは最高ということで、にゃんこが来ちゃったよ。はい。ちょっとラウ、若干なんですけど、これも、ラウドなね、VK ラウドリフみたいな、ギターフレーズがちょっと若干使い回し感あるって、今回リフ面白いみたいなのは、割と、まあ、リフものの曲が少なかったっていうのもあると思うけどね。まあ、変態ギターフレーズみたいなのもちょっと少なかったかなと思いますね。ギターは押すアルバムじゃないかったのかもしれないですね、今回はね、そういう意味だと。はい。で、ベースについてですが。ベースはね、結構この、どしっと安定しつつも、謎にね、結構ファンキー感出してくるのもいいし、結構この、音と音の隙間からひょこっと主張してくる部分っていうのは、やっぱり前からあって、そこはね、やっぱ良かったなと思います。あと音作りに関して言うと、ベースの音作りはめっちゃ良かったなと思ってますね。ここ最近ベースめっちゃいいよね。そう。まあ、ゴリゴリしつつも、しっかり低音のね、太い芯があって、いい音だなと思いましたね。はい。まあ、ディラン・グレイね、結構ヘビーミュージックの中でも、かなりベース聞こえるバンドだなとは思ってますけどね。それにしてもいい音だったなっていう感じでした。で、続いてドラムなんですけど、ドラムフレーズはね、相変わらず多彩ですね。10曲目の音ギとかね、結構パーカッショナブルか。パーカッションっぽいね、部分の深夜さんのセンスが光る一曲ですよね。前作のThe Inside Dead World に比べて、
まあ結構バスドラムしっかり聞こえてたので、個人的には今回の音作りの方が好きでしたね。そうね、フィルインとかいちいちセンスあるんだよな。うん。金物の入れ方とか。ね、遊び方ね。遊び方が。はい。で、それ以外の、まあ、ボーカルギター、ベース、ドラム以外のパートで言うと、まあなんか、今回はシンフォニックなストリングス結構入ってたじゃないですか。入ったね。だし、あと、いつも通りピアノの旋律はめっちゃ美しかったですよね。やばいのはね、本当これ入れとけっていう雑なアレンジがね、一切ないっていうことで、メイン以外の楽器の音作りまでこだわってるんですよ。そうね。まあこれが一種の新しさとかオリジナリティにつながってる部分あるなと思いますね。まあ古いところで言うと鼓動のイントロの音とか。まあわかるわかる。まあもう自分たちのパート以外の音作りもめっちゃこだわってて、まあ聞いたことある感じじゃないんだよな、いつもな。そうね。まあその DTM に入ってるプリセットのサンプルをそのまま使いましたみたいな音じゃないっていうことなんですけど、まあ今回のアルバムで言うとやっぱりもうこだわりが感じられるおぼろの一番最初のシアトリカルなベース音、ボーってやつね。ってやつがもう個人的には優勝でしたね。まあね、あの音、あのベース音っていうか新鮮音ね、本当に元々のディラン・グレイの世界観とマッチしてると思うんで、まあ今後もどんどん使っていってほしいなと思ってますね。なんかベースドロップみたいなの短く切って使ってんのかね。まあなんかいろいろそういうテクニック的な作り方はあるんでしょうけど、今後も使っていってほしいですよね。あれはね、合ってんなと思いました。まあ個人的に好きなんでね。低音ね。そうそう。耳に波動が来るやつね。はい。じゃあ、もうほんと今回は迷ったんですよ。点数、言うかどうか。どうしますか？まあいいんじゃないですか。まあそこは忖度なしで。あくまで参考なんでね。まあもう今回で僕らがディラン・グレイ大好きってバレてると思うんですけど、まあだからこそね、忖度なしに行きたいなと思ってます。じゃあカラパイ点数お願いします。はい。僕はすいません、辛いです。68点ですね。はい。まあなんだろうな68。70点にはいかないかなっていう、なんか星4つまでは届かない。でもまあ星3よりは上かなってところで。3.8 ぐらいですか、星で言うと。そうだね。3.5 ぐらいかね。のイメージ。ああ。3.8 は僕だな。僕は、あえて言うならば、点数72点ですね。あんま変わらんって。そう。まあ60点からちょっと70点ぐらいの、感じかなと思いました。でね、72点はね、聞き込めば今後上がってくっていうこともなさそうだなっていう、まあ、っていうのも、まあ僕らなりにはちょっと結構聞き込んだ部分もあったと思うんで。そうだね。まあ久々にディラン・グレイ聞こえましたけど。まあ、急にすみません。激闇的な、近いタイプの曲は。で言うと、3曲目じゃないか。Perfume of Sin とかね。シンズか。まあ、似てるかっていうか、まあ、そういう雰囲気があるかっていうと、ちょっと微妙っちゃ微妙かもしれない。そうだね。まあ、その立ち位置の曲ではあるけどね。種類的には一緒だけど、直接的には似てないっていうのが。そうだね。まあ、ディラン・グレイってそういうバンドっていう部分もあるからな。はい。じゃあ、これで終わります。はい。こんな感じですかね。そうですね。40分1時間してないぐらいで予定してたんで、いい感じじゃないですか。はい。まあで、今後もね、ディラン・グレイの動画とか魅力語っていく動画、まあアルバムについて語っていく動画いっぱい出していきますんで、お楽しみにって感じですね。そうね。スター・ウォーズぐらいの長さになるんで。やばいね。動画3つ4ついきそうだなっていう感じなんでね。やっぱり中途半端に語っちゃいけないバンドだと思ってるんで、本当に。語るならめちゃくちゃしっかり語りたいなと思ってるんで、はしょれないっす。何も。アルバムごとにめっちゃ個性もバチバチなんで。まあ好きな曲も、まあ絶対曲はあるからね。って感じですかね。はい。っていう感じで、今日は短いですが、以上とさせていただきます。はい。マクブラみたいに、聴かせる中心のアルバム。まあその点で言うと、まあアルケとかは結構聴けるというか、その、なんだろうな、歌物の曲が多いかなってイメージはあるんですけどね。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は終わりますか？今日はそうね。はい。はい。
ィルの動画の特集楽しみにしてます。ありがとうございます。今回一発目っていうことでね、本当アルバム出る前に1個ぐらいは出したかったんですけど、間に合いませんでした。すいません。無理だったね。無理だった。ちょっとバタついてたから、いろんな意味で。もう準備はね、どんどん進めてってるんですよね。なので、ご安心ください。はい。やっぱ語らねえってことはないようにしますんで。はい。では、ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。はい。せーの。グッバイ。バイバイ。バイバイ。やっぱディラン・グレイ語ると真面目になっちゃうんだよね。そうね、真面目にね。今日はあんまりおふざけ要素がなかったんでね。はい。